洗脳、それは人間の思考を乗っ取り行動を操ってしまう行為。そんな洗脳を自らの力にするべく、人類は数多くの恐ろしい実験を重ねてきた。洗脳の歴史を紐解いて見えてくる人間の恐ろしすぎる一面とは。どうも、みんな私にもう洗脳されてるわよ。闇やみこです。今回は2つの洗脳実験であるサードウェーブ実験とミルグラム実験をご紹介していきます。人類はこれまでも数々のファッキンな洗脳実験を行ってきたんですが、中でもこの2つの実験は人類の歴史に大きなインパクトを残したんです。アメリカの高校教師が行ったある心理実験、次第に制御不能となっていった実験の悲惨な末路とは。暴走する授業。今回の舞台は1967年のアメリカカリフォルニア州、ある高校の歴史教師がとんでもない体験授業を行ってしまうんです。その教師はカリフォルニア州のカバーレイ高校に勤務していたロン・ジョーンズ。彼は歴史担当の先生だったんです。そんなジョーンズの授業の内容がちょうど第二次世界大戦期に差し掛かっていた時、ジョーンズが頭を悩ませます。生徒たちがあることを全く理解してくれなかったんです。それは第二次世界大戦時にドイツ人たちがどのようにしてヒトラー率いるナチスの思想、ファシズムを受け入れたのかという内容だったんです。ぶっちゃけると私もよくわかんない。まあそう思うじゃないですか。この後を見ればね、わかる。人間がね、いかにね、脆いかっつうのがわかるんですよ。しかしこれは生徒たちの理解力が低かったというわけではなかったんです。アメリカの民主主義社会に慣れ親しんだ生徒たちにとってファシズムという思想は具体的に想像しがたいものだったんです。よかった。私だけじゃなかった。まあここまではね、まだこっからうるせえな。どうすれば生徒たちにファシズムを理解してもらえるのだろうか。そう頭を悩ませるジョーンズ。思考を重ねた末、ジョーンズはある体験授業を実施することに決めました。その授業とは、ナチスのファシズムの思想を反映した疑似集団を作り、当時のドイツと似たような状況を生徒に体験してもらおうという内容だったんです。要するにナチスの統治方法をクラスのルールに導入するという授業だったんです。そう決めたジョーンズは生徒たちにファシズムの思想であることは伏せた上で、ある面白い体験型の授業をしようと持ちかけたんです。しかしこの授業が後にとんでもない波乱を巻き起こしてしまうことなど、この時のジョーンズは知る由もなかったんです。そしてこのジョーンズの授業はサードウェーブと呼ばれるようになり、日を追うごとに驚きの展開を迎えるんです。1日目、教壇に姿を現したジョーンズはまず生徒たちに体験授業の流れとルールを説明しました。そのルールは、ルール1、ジョーンズはリーダーで権威の象徴である。ルール2、話を聞くときは直立不動で敬語を使う。生徒が発言する前には必ずジョーンズの許しを得る、などなど。発言していい？赤シャツクソやろ。拒否。このルールの数々に初めは難色を示していた生徒もいたんですが、いつもの座って聞くだけの授業とは一風変わった授業であったこと、また普段は絶対に行わないような軍隊式の言葉遣いにごっこ遊びのような快感を覚えた生徒たちは特に反発することもなく、ジョーンズが指示した通りに動いたんです。そうして楽しい雰囲気のまま平穏に1日目は終わりました。2日目、この日ジョーンズは生徒たちに対して自分が現れた時は敬礼を行うようにと新たなルールを課しました。この敬礼はヒトラーがナチス党員たちに行わせていたことを模倣したものだったんです。それナチスからのナチョス。そして早速2日目のこの日から生徒たちに微妙な変化が現れ始めます。生徒たちはジョーンズの指示がなくとも定められたルールを守り実行するようになっていったんです。そう、彼らはルールを守っていく中で自然と組織に属しているという意識を強く持ち始め、そのことに無意識のうちに安心感を覚えていたんです。そして生徒たち自身からさらに新たなルールを望む声が増えていき、いくつもの細かいルールが自主的に作られていったんです。そして3日目、一日一日ごとに生徒たちに現れる変化は大きくなっていきます。この日生徒たちは新たに他の生徒をサードウェーブに勧誘し始めたんです。それに伴い物珍しい体験授業に参加する生徒は増加。最初30人だったクラスはこの日を最後に200人以上になるほど拡張されたんです。ちょっと人増えすぎじゃない？気持ち悪い。
3日目のこの日もジョーンズは新たなルールを作ります。授業に参加する全ての生徒に対して組織のメンバーであることを示す会員カードを発行。その他にも敬礼による挨拶の徹底、組織のロゴマーク作り、会員カードを持たないものの教室入場停止を行うなど、組織の結束意識をより強めるような措置を施していったんです。するとこの日ジョーンズが予想だにしなかった出来事が起き始めます。生徒たちがルールに従わなかったものを発見すると、ジョーンズに密告するようになったんです。これはちょっと生徒たちやりすぎ。ごめんなさいよ。この密告は組織の結束が高まったとともにジョーンズの権力も高まっていったことを表していたんです。そして4日目、この日ジョーンズは生徒たちの変化にさらに驚愕することになります。生徒たちは4日目になると学校の外でもルールを厳守するようになっていきました。そして驚くべきことに他の高校の生徒にまで組織のルールを強要するほどになっていったんです。ガチ勢。まあね、なんかいますよね、こうやって自分のルールを他人に押し付けるファッキーメンのやつ。サードウェーブの活動はもはやジョーンズにコントロールできないほどエスカレートしていったんです。またこの日統制を守ろうとする生徒たちによる暴力事件も多発し始めます。さすがにこの辺でやめといた方がいいでしょう。これを受けジョーンズは体験授業の危険性を感じ始めました。そして考え抜いた末授業をやめることを決意。翌日サードウェーブの集会を開くことを生徒たちに伝えます。そしてそこでサードウェーブの本当のリーダーを発表すると、そして5日目、生徒たちはジョーンズによって正午の集会に集められていました。ジョーンズが現れると彼らは敬礼による挨拶をしたんです。そして緊張感漂う中、ジョーンズは君たちが信じたものの正体を見せようと言い、スクリーンにある人物を映し出します。その正体が明かされた瞬間、生徒たちに大きな衝撃が走りました。そこに映されていたのは生徒たちが理解不能だったはずのファシズムの象徴、ヒトラーだったんです。これはゾッとするわね。まあね、でも気づかないうちにね、うん自分たちが絶対そっちにはなんねってやつになっていたっていうことですよね。ルールを厳守して結束を固め、徐々に外部の者たちを巻き込んでいくという行動の数々。そう、生徒たちが実践してきたことこそまさにヒトラー率いるナチス政権が実践してきたファシズムだったんです。自分たちはナチスのような行いはしない、そう信じていた生徒たちでしたが、この衝撃の結果に中には涙を流す者が現れるほど彼らは衝撃を受けたんです。この体験授業の結果、ジョーンズは生徒たちにナチス政権の政策を理解させることには成功したんですが、危険な運動を主導したものとして責任を問われ、高校を解雇されることになってしまうんです。結構厳しいですよね。たった5日間で普通の高校生たちがナチス同様の危険な集団に変わっていってしまうという恐ろしい事実が証明された洗脳実験となってしまったんです。人って集団になるとこのように恐ろしいことも平気でやってしまう生き物なんです。続いてご紹介するのは人間の残虐性を示したミルグラム実験です。普通の人がある条件下では平気で残虐な行いをするというその驚愕の実験の内容とは。服従の真理。先ほどのサードウェーブ事件でも触れたヒトラー率いるナチス。第二次世界大戦時、このナチスによって運営され数百万人にも及ぶユダヤ人を監禁殺戮した施設、アウシュビッツ強制収容所。この収容所の責任者だったアドルフ・アイヒマンという男を知っていますか？彼はその歴史が示すイメージでまさに人道を外れた残虐な人物とされているんです。しかし一方で妻との結婚記念日に花屋で花束を購入するなど良心的で普通の人物であるという一面もあったといいます。またアイヒマンだけではなく多くの戦争犯罪を実行したナチス戦犯たちも行ってきた残虐行為とは裏腹に実際の人物像は至って普通だったとの声が多く囁かれているんです。果たして彼らは本当に残虐な人間だったのでしょうか？それとも多くの残虐行為を行ってきた裏には何かしらの理由があったのでしょうか？この疑問を検証しようとした研究者がいたんです。それがイェール大学の心理学者スタンレー・ミルグラム。彼はある条件下では誰であっても残虐な行為を犯してしまうのではないかと考え、それを証明するためにミルグラム実験という実験を行ったんです。まずミルグラムはこの実験を行うにあたり新聞にて記憶に関する実験です、報酬も用意しておりますと掲載し、20歳から50歳の男性を募集しイェール大学に集めたんです。そして集まった参加者を教師役と生徒役の2グループに分けて実験を始めました。その実験とは、まず教師役と生徒役は別々の部屋に分けられ、インターフォンを通じてお互いの声のみが聞
聞こえる状況下に置かれたんです。その中で生徒役にある暗記問題を覚えさせて、後ほど教師役が問題を出題。生徒役が問題を間違えた場合、教師役は実験を運営するイェール大学からの指示を受けて、生徒役に電気ショックが流れるボタンを押すというものだったんです。いやもうこっちが見てて恥ずかしくなるぐらいの昔の古いバラエティですよね、これほんまに。教師役の生徒たちは事前に全員 45V の電気ショックを体験し、生徒側の受ける痛みを味わっています。これがかなり痛かったそうなんです。さらに生徒側に流れる電気ショックは問題を間違えるたびにどんどん強さを増していき、痛みが増えていく仕組みだったんです。その強さは 45V から始まり、最大で10倍の 450V まで。つまり教師役としては自分がボタンを押すことで相手が自分の想像以上の苦しみを受けるということだったんです。45V で痛いのに 450V でもうビリビリで痛いっすよ。受けたことあんの？しかし実はこの実験、本当の被験者は教師役となった人たちだけだったんです。イェール大学側と生徒役の人たちは初めからグルであり、生徒側の人間に対して実際は電気ショックは流されず、あらかじめ録音した苦しんでいる音声を流していただけだったんです。いやもう結構不謹慎なことしますね、これね。弱いよねこれね。教師役の人たちは学習における罰の効果を測定する実験と説明されたんですが、実際は教師役の人間はイェール大学側に指示された状態ならどれだけ強い電気ショックでも生徒役に流してしまうのかを検証するという内容だったんです。そしてこの実験がいよいよスタート。生徒役が問題を間違えるたびにインターフォンから流れてくる苦痛の声、それは問題を間違えるにつれて大きくなっていき、教師役の心は締め付けられていきました。そして当然のごとく教師役の参加者の多くが途中で実験の続行を拒否しようとしたんです。いえもう普通ですよね。もうそうであれ、そうであれ。しかしそのような意思を示された場合、イェール大学側の人間は教師役に対して次のように言いました。続行してください。この実験はあなたに続行していただかなくてはなりません。実験の結果、いかなる事態が起きてもあなたには一切の責任はありませんので、と。果たしてこのように言われた時、人はどのような行動をとると思いますか？この実験はもし教師役の人がさらに実験の途中で4回実験の中止を訴えればその時点で中止。そうでなければ最大レベルの電気ショック 450V が3回続けて流されるまで続けられたんです。そして実験の結果、教師役の参加者40人中なんと26人もの人たちが最大レベル 450V を3回生徒役に流したんです。もちろん多くの教師役の人たちは途中で実験の中止を希望したんですが、イェール大学側の続行してください、あなたに責任はありませんという言葉を聞くと、多くの人たちはボタンを押し続け、さらに 300V に至る前に実験を中止した者は一人もいなかったんです。イェール大学の学生や研究者に対して事前に行った実験結果を予測するアンケートでは、実際に最大レベルまで電気ショックを与えるものはごくわずかだろうという回答が多かったといいます。しかし実際の結果は半数以上もの人たちが最大レベルの残虐行為を行ったんです。つまり人間は誰かに指示された状態や自分に責任がない状況においては残虐な行為にも踏み込みやすいということが証明されたんです。数百万人に及ぶユダヤ人を殺戮したアドルフ・アイヒマンもきっと強大な力を持つナチスからの指示に逆らえず残虐な行為を繰り返してしまったのでしょうか。この実験の成果は国内外で数々の称賛を得た一方、倫理性の観点から多くの批判の声も巻き起こりました。現代でも日常生活を送っていく上では避けられない集団行動と服従、もしかしたらあなたも知らぬ間に洗脳されているかもしれません。チャンネル登録と高評価よろしくね。